僕はもうアウトスターをテストするにあたって、一番考えたのはどんだけ飛ぶかっていうところと、あとはどんだけシャローでね使えるかっていうところだったので、僕が一番メインでテストしたところは河川の河口域でしたね。おかっぱりでするところもやったんですけど、足場の低いところかつあとウェーディングっていううちのシチュエーションで、シャローエリアを重点的に通って、テストしてました。テストしていた河川の河口域だとかっていうところはもちろん良かったんですけど、あと干潟ですね、広大な干潟だとか、あと意外とやっぱサーフでね使えたなっていうところをやっぱ感じたので、やっぱねでももうやっぱり一番は水深っていうところね、シャローであるっていうところ、鹿児島で言えば特に遠浅なところって多いので、そういうところでどんだけ活かせるかっていうところをしていたんですけど、特に錦江湾とかねそうなんですけど、そういうところでやっぱり一番使いやすかったですね。アウトスターを一番使ってやっぱ他のね細身の芯片というところと見比べて思ったところは、まず他ねよくある細身の芯片って軽いものが多かったんですよ。あとキャスト時でねなかなか飛ばせないものも多かったっていうところで、極端に重くてで固定の重心のものも多かったんですけど、アウトスターはね重心移動というところもあって飛ぶし、平行姿勢がね保たれるし、何よりやっぱりダウンクロスですね、ドダウンの角度ですかね、下流側に思いっきり投げた時にやっぱり普通のシンキングペンシルだと暴れちゃうんですよね流れの抵抗を受けてめちゃめちゃ暴れちゃうんですけど、その中でアウトスターはなんか人混みをかき分けるような感じでこうすり抜けてくるような感じで全然暴れなかったんですよ。なのでドダウンの中の強い流れに当てても全然大丈夫だなっていうところを一番感じました。僕が普段やるフィールドであるとやっぱり稲っ子のパターンっていうのがやっぱり多いんですけど、その中でもちろんハマるなっていうのは思うんですが、やっぱりね鹿児島の中でちょっとなんとか僕がやってるフィールドではめたいなと思うのは、今後さよりパターンっていうところでちょっと使ってみたいなっていうのは思ってます。そうですね、僕はトップゲームがやっぱり好きなんで、やっぱトップからね入るっていうことが多いんですけど、その中でどうしてもやっぱりトップに出ないシチュエーションってやっぱあるんですよね。そういう時にやっぱ水面直下っていうところでやっぱまたレンジを入れるっていうところになった時にアピール力が強すぎず、その中で水面直下をスムーズに通すっていうことを考えた時にアウトスターがそこで必要だなっていうふうに感じました。